水道中膝栗毛6神原から由比まで。神原でやじさんと北さんが宿を探しているとき、大名行列が本陣に着きました。本陣は偉い人が泊まるところです。建物の中ではみんな晩ご飯の準備をしていました。北さんは遠くからそれを見て、自分の荷物をやじさんに渡しました。やじさん、ちょっとこれを持っていて。どうして？ちょっとだけだよ。北さんは大名の従者たちがご飯を食べているところへ行って、一番後ろに座りました。他の人がみんなご飯をもらってから、北さんは給仕の人に言いました。私のご飯がまだなんですが。すみません。今持ってきます。それで北さんもすぐにご飯をもらいました。北さんは急いでそれを食べて、手ぬぐいにもご飯を包んでからこっそり逃げました。やじさんはさっきと同じところで待っていました。北さん、どこへ行っていたの？晩ご飯を食べてきた。どこで？本陣で。どさくさに紛れてたくさん食べたよ。どうして一人で行ったんだよ。私も食べたかった。はい、これお土産。北さんは持って帰ったご飯をやじさんに渡しました。お、優しいね。ありがとう。やじさんは喜んでそれを食べました。でも全部食べてから気がつきました。おい、これ、お前の手ぬぐいじゃないか。北さん、毎日これで尻や脇を拭いているよね。汚い。北さんは笑いました。そんなことを言ってももう遅いよ。今晩は素泊まりでいいね。安い宿を探しましょう。二人は町の人に聞いて、町外れの古くて小さい家へ行きました。中を見ると70歳くらいの老夫婦がいました。ごめんください。今晩ここに泊まりたいんですが。とやじさんが言うと、おじいさんが近くの桶を指さしました。じゃあ、それで足を洗ってください。泊まり客が3人、いろりの近くに座っていました。60歳くらいの修行者の男が1人。同じくらいの男と若い娘の2人組は巡礼者の服を着ています。やじさんと北さんは桶に水を入れて足を洗いながら小さい声で話しました。かわいい巡礼さんがいるね。もう顔なんかどうでもいいよ。昨日も一昨日も失敗したからな。飢えているときは好みじゃなくても気にしないよ。足を拭いてから二人は若い娘の近くに座りました。さあ、粥ができましたよ。食べましょうか。おばあさんがいろりの鍋の蓋を開けました。ありがとうございます。やじさんが自分の茶碗を出すと、
おばあさんが言いました。あなたたちの会はありませんよ。これは他のお客さんがくれた米で作ったんですからね。老夫婦と客の3人は一緒に食事を始めました。ヤジさんとキタさんはそれを見ているだけで何もすることがありません。修行者が先に食べ終わって2人に声をかけました。あなたたちは江戸から来たんですか？私も江戸へ行ったことがあります。あまりいい経験じゃありませんでしたがね。へえ、何があったんですかとヤジさんが聞きました。江戸で商売を始めて大失敗しましてね。その時からこうして仏様に頼って修行しているんです。なるほど、とキタさんが言いました。じゃあ、そちらの巡礼さんたちはどうして巡礼を始めたんですか？それを聞きますか。あなたも信じないと思いますがね。そう言って巡礼の男は話を始めました。私たちの町は雷が多いところなんですが、ある日、うちの近くに雷が落ちて、行ってみると、そこに若くてきれいな男がいたんです。その男は自分は雷神だと言いました。私はその時、初めて神様を見ました。雷神様は空から落ちた時に怪我をしていました。それで私の娘がお世話したんです。怪我が治ってから雷神様は仕事に戻らなければならないと言って空へ帰りました。それから二度と戻ってきませんでした。後から気がついたんですが、その時娘のお腹には赤ちゃんがいたんです。私は怖くなった。娘が雷神様の子供を産むんですからね。でも生まれた子供は普通でした。ほら、この子ですよ。巡礼の男は自分の隣の女の子を見ました。今までなんとか普通に育ってくれました。でも、いつ人間じゃなくなるかわかりません。そうなったら、私はどうしたらいいのか。それで、これは神様にお願いした方がいいと思って、こうして孫と2人で巡礼しているんです。男は最後は泣いていましたが、他の人は誰も泣きませんでした。さあさあ、もう遅いですよ。皆さん寝てください。うちは狭いから、男の人はここで、女は2階で寝ましょうね。おばあさんが屋根裏にはしごをかけて、娘を連れて上がりました。古い家ですから、ギシギシと大きい音がしました。ヤジさんはがっかりしました。今晩娘を誘いたかったですが、これは無理だと思いました。寒い寒い。ちょっとトイレ。私も。ヤジさんが家の外のトイレへ行くと、北さんもついてきました。北さんはニヤニヤ笑っています。なんだよ、北さん。気持ち悪いな。
気づかなかった？私はあの子とこっそり手をつないだり、お尻を撫でたり、イチャイチャしていたんだよ。嘘だ。嘘じゃないよ。今晩は私があの子と。屋根裏へ行くのか？呆れたやつだ。まあ、頑張って。二人は家の中に戻りました。旅人たちは疲れていましたからすぐに寝ました。北さんは真っ暗な中ではしごを探してできるだけ静かに屋根裏に登りました。天井は竹を編んだだけのもので、その上に布団を敷いていました。北さんは四つん這いになって手探りで寝ている人の布団に入りました。その体を優しく撫でていると、その人が目を覚ましました。誰ですか、あなた。何をしているの？それは娘じゃありません。おばあさんでした。北さんはびっくりして逃げましたが、竹の天井は丈夫じゃありませんから、すぐに穴が開いて落ちてしまいました。大きい音がしてみんな飛び起きました。明かりをつけて。何が起こった？北さんは怪我はしませんでしたが、変なところに落ちました。そこは仏壇の中でした。おじいさんが明かりをつけて見ると、仏壇がガタガタ動いています。誰だ？とおじいさんは仏壇の戸を開けました。こんばんは。私は神様です。今、天国から来ました。北さんが顔を出して言いました。おじいさんは怒りました。そんなこと信じるバカはいない。何をやっているんだ？おばあさんが屋根裏から降りて言いました。その人、私の布団に入っていやらしいことをしたんですよ。それを聞いてみんな呆れました。おじいさんが言いました。私だってもう20年も妻にそんなことをしていないのに、どうしてこんなしわしわのと。ごめんなさい。北さんは恥ずかしくてやじさんを譲りました。ちょっと、やじさん、寝たふりをしていないで助けてよ。やじさんはおかしくて仕方がありません。ゆっくり起きて言いました。まあまあ、皆さん、この人は若いんです。何も考えないでバカをやってしまうんですよ。皆さんも若い時そうだったでしょう？どうか許してあげてください。それでみんなで話し合って北さんが天井の修理費を払ってなんとか収まりました。次の朝早い時間にやじさんと北さんは宿を出発しました。北さんは本当に穴を掘るのが好きだね。小田原では風呂釜に穴を掘って修理費を払って、昨日の晩は天井に穴を掘って修理費を払って、ちょっ
とは学んだらどう？わかってる。私はバカだよ。恥ずかしいから言わないで。でもあの仏壇から出てきたのは面白かったよ。それから二人は笑いながら歩きました。やがて由比の町に着きました。